あつらさんおはようございます。おはようございます。今日は何を教えてくれるんでし今ょうか。日はガーデンデンドロビウムの板付けをしたいと思うんですよ。昔はですね、こうやってポケ玉ごとくっつけたんですけど、ちょっとどんどん進化しておりまして、今度はですね、大胆にコケ玉を3分の2ぐらいカットします。半分じゃないの。半分じゃない。半分じゃない。はい。前半分にしました。そうです半分の動画も多分あると思ありいますあります。半分にしてくっつけたやつがこれです。ははい。これより切ります。もうで、あんまり焦げ玉じゃないような形にしていきたいと思ってます。で、根っこを切ってですね、外国の動画を見てたらですね、もう坊主にするんです。元の根っこつけずに、もうなんかビスかなんかでガンガンつけるような形でうまく育ってるんですよね。はい。それも含めて、古い根っこは板につかないんですよ。新しい根っこを出してからつくっていう部分もありますので、もうそれもちょっとやってみようと思っています。はい。ちょっと苔玉を大体にカットしてくっつけていくというやり方で、もうバルブが大体こう出来上がっておりますんで、これで、今から乾燥もさせなくちゃいけないんで、乾燥させながらちょっと鍛えて、来年はバルブの力で花を咲かせてもらって、で、来春成長期にですね、自分の根っこを伸ばして板に伸ばしていきたいと思っているところですね。で、前紹介しましたよね、いきなり、杉の皮に、はい、これで上を押さえます。根っこが作った方、皮の方ですね。で、これでこれを根っこを押さえますね。麻のシートで根っこを押さえます。これで止まりましたんで、もう根が少し見えてるんですけどね。はい、これを外で管理します。雨が当たるところで。はいはい。はい、あれがこういうふうになりました。テストケース。テストケース。テストケース。はい、テストケース。根が出てきましたね。はい。計算通りというか、一応麻布はちょっと腐食が早いんで、腐るのが早いんで、将来的にはこう分解してくれるかなと思ったら、やはり分解してくれました。将来はこの根っこだけが出ていくようにしたいなと思って、これは将来的には麻袋がなくなるんで、ちょうどいいのかなと思ってたらちょうどよくなりましたね。で、これは来年多分たくさん太ります。きれいに太っていくからですね。で、それで面白い製品になるんじゃないかと思います。でもこれ今年ですね、梅雨明けにものすごい暑さだったんですよ。で、いきなり葉っぱが焼けたやつがあってですね、もうそれはダメージ食らいました。50個ぐらい作ったんですけど、半分ぐらいはもうダメージが強くて成長が大体止まったような形になったですね。そこへも将来来年お見せしたいと思うんですけど、そこへんそうなるぐらいに今年の梅雨明けの暑さはすごかったのかなと思います。はい。でもこれがですね、またどうなっていくか紹介していきたいと思います。はい。きれいに根が張ってきてますけどね。はい。面白くなるかなと思います。それでは今日の本題に入っていきたいと思います。こういう形でこう苗を作りました、苔玉をですね。これはですね、もう2年3年ぐらい前になるかなって、バルブ伏せってしたんですよ。バルブ伏せ、バルブを花が咲かなかったバルブを苔の上に乗せておくと、芽が出てくるんですよね。それを植えたのが多分これだったと思うんですよね。それ吉川さんに多分植えてもらったんですよね。はい。あれがこれぐらい育ち、でも2年はかかってますね。3年ぐらい前かな。もうむっちゃ小さい苗でしたもんね。はい。それでこれぐらいになったんで、ある程度バルブも成長して来年花が咲いてくれるぐらいの大きさになりました。で、これをですね、今まではこの板にそのままつけてました。でも今回はですね、試験も含めて、根鉢をですね、もうほとんど切ります。はい、ほとんど切るです。もう3分の1ぐらいにカットしますね。こういうふうに扁平になってるんですけど、これをですね、バリバリ切っていきます。
はい、しっかり宇生の備長炭入れてました。これを入れることによってですね、根腐れ防止とかそういうふうにつながったんじゃないかと思うんですよね。でも中はそんなに根が張ってないですよね。張ってないですよね、はい、意外と。で外にはちょっと回ってはいるんですけど、はい、もうちょっとこう根が張ってるかなと思ったら意外とこんな感じなんで、他のやつも見るとですね、結構外の板に根がどんどん張ってきてますからね。それも含めたらもう苔玉の力よりは自分の根っこを板につけていった方がいいのかなと思っているところなんですよね。ですからこれをこの板につけてそのまま自分の根っこを張らせようという形ですね。はい、だからこういうふうにすればですね、あんまり苔玉の違和感はなくなってきますからね。でこれで地根が入れば地根が育っていけばですね、きれいになっていくんじゃないかと思うんですよね。はい、こういう形、薄っぺらいやつを、はい、で調子よくて今また新しいバルブが出てきてますけどね、はい、これをつけていきたいと思います。つける材料としては、アルミ線ですね。アルミ線の 1.2 ミリを使います。太さが 1.2 ミリですね。はい、でこれでこの苔玉の端っこにアルミ線を通していきます。一つは上側ですね。上側で通してあげます。こういう形ですね。でもう一本は下の方でこういう形ですね。上と下で留めていきます。この板は杉板ですね。杉板で焼き込んだやつですね。で、苔玉の上の部分と下の部分で2箇所で留めていきます。で後ろで巻き込んでいきますね。巻き込んでいくというかこう締めてあげます。もう今10月の31日なんですけど、もう成長期大体終わるからですね。はい、もう根っこは伸びないけど来年に向けてちょっと作り込んでいくという形ですね。でもバレもある程度こう留め葉も出て太ってきてるんで花も大丈夫じゃないかと思うんですよね。でこれで後ろで締め込んでいきます。くるくる回していきます。引っ張りながらくるくる回していきますね。で引っ張って最後押し込んでいきます。くるくる回してくるくる回してある程度締まったところで押し込んでいきますね。これで動きません。安定しました。はい、こんな感じですね。でやっぱ薄っぺらいですよね。薄っぺらい。今までゆるかすと3分の1ぐらいですか。そうですね。はい。これでこう根っこをきれいに張らせようと思っています。はい。ちょっとですね、本当に外国の動画を見ながらいろいろ勉強しているところもあるんですけど、本当に坊主でも結構きれいに育っているんで、坊主というか根っこを全部切って、ほとんど切ってからくっつけてますからね。で大体1センチぐらい残して、あとはですね折り込んでいきます。はい、これで出来上がりです。今からですね乾かさなくちゃいけないということなんですけど、これも乾きがちょっと早いんで、一石二鳥はそうどうかな。はい、ちょっと乾かす時期に今切ってやるんで、もうある程度バルブがしっかりしてるんで、バルブの力で花を咲かしてほしいなというところですね。はい。
こういうのが仕上がりですね。はい、でこんな分厚さがないんであんまり違和感もないのかなという形ですね。これを今何百個か今作ってるところですね。で同じくこんな形ですね。こんな形のやつももう思い切って切ります。はい、やはりあんまり根っこ張ってませんね。でしっかり備長炭を入れてますんで、宮崎浦間の備長炭でした。はい、これがあることに殺菌効果もあるし、水切れがいいような形になるのかなと思ってもうつけてみたんですね。殺菌効果と水、があんまり多くならないように、水切れがいいようになるのかなと思ってつけたところ、結構こういう形できれいに育ってますんでいいのかなと思っています。 1.2 ミリのアルミ線です。このガーデンデンドロビウムは、皆さん知らない方もおられると思うんですけど、寒さに強いやつですね。日本の石穀と洋蘭を掛け合わせて寒さに強いっていうやつを作り上げたやつですね。宮崎の方が作り上げた品種になるんですよ。これをですね、まだ名前も付けずにちょっと作った方は亡くなられたんですよね。で選抜品種を作っておられたんですけど、それを私が譲ってもらって今作っているというところなんで、将来的にはきれいな品種はですね品種登録して売ればいいわと思っていたんですけど、品種登録するとですね普及の仕方が遅れてしまうんで、品種登録とかせずにきれいな花をいっぱい作って広めていきたいなという思いもあるんですけどね。でも名前つけるのは勝手ですからね。将来なんかいいのができたら自分の好きな名前をつけて売ってもいいのかなと思っているところです。で上下2箇所で留めていきます。こういう形でちょっとずらしてですね2箇所で留めていきます。はい、こういう形でつけていきますね。ちょっとバランスを見ながら引っ張って押し込んでいきます。はい、これも引っ張って回していきますね。あんまり強く引っ張りすぎると切れる場合もあるし、あんまり回しすぎても切れる場合があるからです。それは注意しながらやってください。で大体きれいに引っ張り終わったところで止めます。でこれでもう安定しました。でこれで約1センチぐらいを残してカットします。でこれを押し込んでいきます。全然危なくないんで、これで出来上がりですね。でやはりこれもですね薄っぺらで来年は根っこをきれいに張ってくれる。一応うちもですね半分にしたりちょっと薄っぺらくしたりっていう試験もしているんで、最初に丸ごとつけるよりは半分に切った方がはるかに根の張りが良かったりとかしていったんで、どんどん今進化しているというところですね。はい、これでまたこれで完璧であればまたこういう形に安定していくかなと思うんですけどね。はい、こんな感じ。もう留め葉が出てしっかりバルブも太ってきて、来年も花咲いてくれるかなっていうところです。でこれを1年かけてきれいに仕上げたところで製品とか完全な製品になるのかなと思ってはいるんですけどね。こういう感じ。これはですね宮崎であれば普通の樹木につけて何も線でメンテナンスフリーなところで育てられるんですけど、これはですねある程度移動はできるんで、都会のベランダなんかで飾ってもらうということがこういう形でできるのかなと思うんですよね。そこを今狙っているところで、これが1、2年するときれいな株立ちになってくるんで、きれいな花の板付けができるんじゃないかと思っていますね。はい、これをですね今の美覚時代みたいに普及させできないかなと思っているところなんですね。
あれも壁掛けで今普及してるんで、あれも造形的な動きが面白いとかそういったところもあるんで、これもですね結構いろんな形で、オンリーワンの商品になると思うんですよね。同じものがないっていうような形で、これが2、3年すると大株になってくるし、これが花が咲いた時は見事になるんじゃないかと思いますね。美覚して花咲かないけどこれ花咲くんで、そういう面ではもう花も楽しめるし、夏場は観葉植物として、もう見れるかなというところで、普及させたいなと思っているところですね。これもですねクルカルムラさんの販売所の方で、販売していきたいと思います。このままでいいのか、ちょっと花を咲かせてた時期にするのかはちょっと花が咲いている時は移動が難しいんで、この状態で販売するのが一番いいのかなと思ってるんですけどね。ガーデンデンドロビウムの板付け進化型でした。いろんなやり方があります。これもですね、来春1年間様子見るということにもなると思いますけど、こういう形で進化しています。これを今何百個か作っています。そういうところですので、ガーデンデンドロビウム、皆さんもですね外で育てられるデンドロビウム、管理が簡単です。霜に直接当てなければ、大体育ってくれて、マイナス4、5度まではほとんど耐えられると言われてますんで、色もいろんなのがあります。まだうちもですね、完全に色別が完璧にできていないんで、来年ぐらいからしっかりした色別で提供できるような形にしていきたいなと思っているところですね。ガーデンデンドロビウム、ぜひお見知りおきをしてください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。